最初はですね、ちょっと事務的な連絡ですけれども、今年は行事は全部、この前のリトリートの2で、リトリートって名前気を使い始めたらすぐああいうあんまりうまくない言葉なんですけど、まあ休眠活動に入るらしいですけど、あんまりもうニュースになることもないでしょうか。まずいようでしたらまた言葉を合宿に戻しますけどうちは一貫した方針ってのはございますのでその時その時一番都合いいようにやっていきますんでね。まあもうちょっと様子見てからと思うんですけど、少なくとも9月の時点ではリトリートと呼んでました。リトリート2で、最後でして、で、来年はですね、ご存知だと思いますけど、3月にインドに行きます。で、3月の2日からで、その申し込み書を今月お送りする、通知と一緒に送りますんでね、検討してみてください。3月2日から、10日間ぐらいの予定です。それから、波動調整はいつもと同じ303号室、同じホテルです。あと何人かから聞かれてるんですけれども、今書いている本なんですけれども、出版社の方でですね、こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいっていうのがいろいろ出てきまして、で、それに合わせようとしてまして、なかなか私の不得意なところなので時間がかかってます。今度出す本は少し瞑想とか精神世界に今まで興味がなかった人にも読んでほしいという、そういう気持ちで書いているものですから、そうすると今まで出した本のように私が書きたいことだけを書きたいように書いて終わりにしてということよりも、プロである出版社の人がですね、こういうふうに書いた方が、こういうスタイルの方が売れるっていうかね、彼らはもちろん商売でやってるわけで、彼らからすればたくさん売れるし、私の方からすればたくさんの人に読んでもらえるということなんで、実際の結果がどうなるかわかりませんけど、少なくてもそういう努力をしようということで、そういうことを言われて、それに従っていろいろ手を加えているところなんですね。で、そういう事情でですね、最初の予定では9月か10月に原稿を上げるということだったんですけれども、急いでも今年末ぐらいになると思うんですね。ですからどんなに早くても出版は来年の春ぐらいになるんじゃないかと思ってます。ですからもう少しお待ちください。で、内容的にはセミナーに出た方は旅立ちのセミナーに出た方は、分かっていると思いますけれども、瞑想を通して、私が言っている原波動といいますか、宇宙の根本的なエネルギーの動き方のようなものを実生活上どのような形で活かせばいいかという、そういう内容なんですね。ただそれだけ書いたんじゃなかなか多くの人にというか瞑想とかこういうことに興味のない人にも読んでもらうというのは難しいということで、いろいろやってると、工夫してるということです。しかし内容的にはセミナーでやったのと同じことです。ということで、今回からですと言いますか、今回は皆さんから質問を募って、その質問にお答えするという形で皆さんに質問を出していただいたんですけれども、非常にたくさんのですね、質問が集まりまして、全部で40ぐらいになるんじゃないかと思うんだけれども、当然今日一日では全部お答えできないので、ちょうど本も終わったところですから、原稿も伸びてる。皆さんから寄せていただいた質問にお答えするということをですね、ここ何回か続けてやってみようと思うんですね。で、ですからこれからもですね、今後も何か聞きたいと思うことがありましたら、出現の方に、ファックスでも郵送でもいいんですけども、もしくは電話でもいいかな。どういうやり方でもいいんですけど、出してください。質問を出していただければお答えするようにします。で、今日はいくつかしかできないと思いますけれども、これから何ヶ月かけてもですね、出していただいた質問には必ず全部答えますから、
自分の質問がなかなか答えられないとしてもね、待っていただいて。それから他の人がした質問も当然自分にも参考になるはずですから、そういう意味で、私の答えを聞いていただいてればいいと思うんですね。それから、寄せていただいた質問の中には匿名希望もあるし、そうじゃない人もいるんですけれども、自分が質問したってことを皆さんに知ってもらいたいっていう人もいないでしょうから、原則として、誰が質問したということは名前は言わないで、この場でお答えするときはね、全部、匿名というか、匿名希望を特にしなかった人の質問もですね、誰の質問かっていうのは言わないで、お答えします。ですから、自分の質問に答えてくれてるかどうかっていうのは、質問の内容をちゃんと聞いてないとわからないということですから、真面目に話を聞いていただきたいと思いますね。もしくはテープですね。ここに来られない方の場合はテープを聞いてください。それから、もう一つはですね、今まで全てを受け入れてという本の説明をしてきたんですけれども、その間は、一応本に書いてあることをよりよく理解していただくということで話をしたものですから、私の方も一応アウトラインを作って、それからあんまり脱線しないようにね、話をしてきたんですけど、質問っていうのはちょっと違うと思うんですね。すべての質問っていうのは実は、関係がお互いにあるわけです。出てきた形を見れば、誰々さんがこれこれという質問をしているということになりますけれども、しかし、いろんな人が、例えば今の時点で40ぐらいある質問っていうのは、実は全てがですね、繋がっているわけです。お互いに関係が、すぐ分かるような場合もあるし、ないような場合もあるでしょうけども、とにかく本質的には全部繋がっている。ですから、そういうこともありますから、つまり一つ一つの質問っていうのは全体の中で、なんて言いますかね、そういう形をとって出てきているということですから、私の方の答えもですね、その質問にもちろんなるべく分かりやすいように答えますけれども、そこで出てきたと言いますかね、私の中に出てきたいろいろな関連することだとか、もしくは私のその時の心の動きに従って、自由にお話をしたいと思うんですね。で、それが今までやってきた講話に変わるものと思っていただくと。ですから、最初は質問に答え始めると思うんですけど、そのうち、その質問に直接関係ないような話になっていくかもしれないんですけれども、それはご容赦いただくというか、それはそれで楽しんでいただくという方がいいと思いますね。そんな風なやり方で、ここ何ヶ月か、1年か2年になるかもしれませんけれども、質問がどんどん出てくれば続けていきますし、今出てるので終わりならば、それが全部終わってしまえば、それで終わりと。でまた別のやり方を考えますけど、差し当たっては、皆さんからいただいたものを、いわば話のスタート地点にして、で、お話をすると。そんなことを考えてます。それでは、何か今までで質問ありますかね？よろしいです？それじゃあ、今回初めてこういうやり方でやるもんですから、一応質問を読んでいただいて、で、それに私がお答えすると。読んでる間に私が考えるという、ことでもありますけれども。そんなにいいでしょうと思いますけれども。じゃあ、佐藤さんに、質問を読んでいただいて、私が答えると。ことを、一度やってみます。じゃあ、お願いします。座ってやった方がいいんじゃないか。では最初の質問です。先生の若い頃のお話で、ヨーロッパで大怪我をされてから、精神世界に目覚め、インドに渡って瞑想の世界に触れ、今日の金井先生の生き方につながるという話から感じることなのですが、そこには単に偶然の巡り合わせというより、大いなる意志の働き、運命、必然を感じます。なぜ先生に顕著にそうした経験が与えられたのでしょうか。第二でも同じように、劇的な形で与えられるものではないと思うのですが、
そのことに関して先生のお考えをお聞かせください。ということなんですけれども、この質問はなんて言いますかね、ちょっと具体的にですね、答えるのが難しいような問題を含んでいると思うんですけれども、まずこの質問を聞いたときに、私に一番強く、まず心に浮かぶのはですね、なぜ先生に顕著にそうした経験が与えられたのでしょうかというところはですね、そうではないんだと思うんですね。例えば本を読んでいただいているのでわかると思いますけれども、私がヨーロッパで怪我をしたというのは、誰にでも起きることだと思うんですよね。足を怪我するぐらい誰でもやるわけで。もっともっと大きな不幸だとか、それから、重大な身体的な障害が残るような病気とか怪我っていうものも多くの人が知っているし、それからそういうことでなくてもですね、例えば体のことだけじゃなくて精神的な心の傷とか苦しみとかそういうものっていうのは例外なく誰でも必ずしているわけですよね。前会員の中に、ちょっと原因を正確には覚えてませんけれども、足が不自由になって、一生車椅子で生活しなければならないっていう人がいましたけれども、そういう人に対して私がですね、何か私に特別な劇的な形で、顕著にそういう経験が与えられたとは言えないですよね。そういう言い方をもしするんだとしたら、その車椅子に一生で生活する人の方が何倍も何十倍もかしますけども、そういう経験をしているわけです。ですから、経験のその形、もしくは現れたものというのがですね、顕著であったり、他の人よりも厳しかったり、それから重大であったりっていうことはないんです。誰でも一人一人ですね。これはもちろん体のことだけお話してるんじゃないですけれども、誰でもその人の人生の中で、その人にとっては重大な経験、顕著な重大な意味を持たせうる経験っていうのがあるはずなんです。で、その点が一つ。それから、もう一つの点はこの質問の中で、偶然の巡り合わせというよりも、大いなる意志の働きとか、運命とか必然とかという。で、これはですね、難しい問題でもありますけど、捉えようによっては。今言ったように、すべての人が、その人にとって重大な顕著な体験っていうのを、経験っていうものをしているわけですね。で、それをですね、重大な人生の中で重大な意味を持たせるかどうかっていうのはその人次第だと思う。私よりも、例えば私は足を怪我した。腕一本なくなった人が私よりもその自分自身の人生にとって重大な意味を与えないこともできるし、指を切って血が出たという体験だけでもですね、私よりもはるかに重大な意味をそこに見出すことができるかもしれないですね。ですから、人によって違う。自分の体験、経験に対してどのような意味付けをするのか。それをどのように、いわば生かすのか。ということは、その人次第なんですね。どんな経験であっても、それはもう極端な言い方したら、私たちが毎日毎日経験している、辛いと思ったり、悲しいと思ったり、嬉しいと思ったり、
人のことに憎んだり感謝したりということすべてがですね、実はそういうものを、そういう、なんていうんですか、自分にとっての意味というものをね、得るためのものとして捉えることもできるわけですよ。しかし人間っていうのは悲しいかな。なかなかそこまで、緊張感を高め、そしてなんていうんですかね、深くこう感じたり考えたりすることがですね、いわゆる簡単な経験っていうのかな。毎日起こるようなね、たくさんあることの一つという経験ではなかなかそれができない。やっぱり精神的に追い詰められるとか、非常に苦しいとか、辛いとかね、傷つくとかという、そういうことをきっかけにして自分自身に目を向けるということができるんで、そうでないとね、なかなか、実際には難しいんです、現実的にはね。しかし、何度も言いますけれども、人によって、その人が得た体験とか経験をどのように捉え、どのように生かすかっていうのは、その人の問題なんであって、体験とか経験そのものではないんですね。で、ちょっと話がずれちゃったのかもしれませんけれども、その大いなる意志の働きとか運命とか必然というものは従って今までの話から導かれる結論としてはですね、そういうものを想定する必要はない。で、これはこの質問に対してまっすぐに答えてないかもしれない。つまり大いなる意志とか必然というものがあるのかどうなのかという質問には答えてないかもしれないけれども、一つの答え方ではあると思うんですけれどもね。もし私の経験とか体験というものに対して、私自身がその意味合いとか、その価値とか、それからそれをどのように自分と関係づけるかということを決定できるならばですよ。ならば、大いなる意志とか必然とかっていうものは私にとって必要がないんですね。あるかどうかじゃなくて、私にとって私がよりよく生きるために必要かとか、そういうことを想定して、なんていうんですかね、想定してその考えたり感じたり生きるということにいう必要がないわけですよね。私にとっては。少なくとも私という一人の人間にとっては必要がなくなってしまう。で、逆を言いますとね、例えば神だとか、大いなる意志とか、必然とか、運命とか、そういったものっていうのはなぜあるのかというと、まず第一に確かにあるというのは言葉としてあるということなんですね。で、言葉というのはいつも言いますけれども、過去のことに対して、つけられる、もしくは生まれるものです。ですから、これは非常に重要なことなんですよ。常に過去のことに対して言葉というものは付与されるんです。だから大いなる意志があった、過去ね、あるだろうじゃないんです。あったから、そういう体験をしたから、そのつまり体験したときは大いなる意志じゃないんです。そうでしょ？その体験というのは単なる自分自身のその時の体験だけにする。だけど、それを振り返ってみたときに、あれは大いなる意志の働きだったと人間は解釈する。そうですよね。もうすでに起きてしまった事実、これはもう変えられない。実際にあったことです。ですから、実は全然これは理論的じゃないんだけれども、人間っていうのは事実だから大いなる意志の根拠があると思うんです。で、そうじゃないんですよね。言ってることわかりますかね。過去の出来事は事実として認識されて、そしてその事実に対して人間が後からいわば勝手に、言葉というものを付与と。例えばこれは神の意志だったと。運が良かったと。必然だと。それはその人間がその体験、過去の事実に対して解釈をしたということに過ぎない。だからその解釈そのものは事実じゃないんです。体験は、出来事は事実だったというね。で、それをごちゃごちゃにしちゃうもんだから、必然があるとか、大いなる意志があるに違いないと思ってしまう。で、大いなる意志っていうのは実はあるかもしれない。ないかもしれない。
で、そういうことは私にはわからないですよ。そういう関心もないし。最初に言ったように必要がないんです、私にとって。あってもなくても私には関係がないんですね。私は私の人生を私が思ったように言っていけるんです。いけないと思うのは事実が何か自分に都合の悪いことがあったときにね、都合のいいことばっかりあったら、それは私もただ単純に傲慢になって、すべて私が思う通りにいくと思えると思う。しかしまあ、うまくいかないことが多い人生はね、誰でも。で、うまくいかなかったときに、大いなる死が与えた。例えば怪我して辛かった。そういうように、まあ、自己解釈というかな。で、なぜそれをするのかというとね、人間というのは常に楽をしたいんです。大いなる意志が働けば、それはもうすでに私の責任ではない。それをどういう意味を付与するのか、どういうふうに生かすのかっていうのは私の仕事じゃないんですね。もし私が大いなる意志が働いて、ああいうことが起きて、今こういうふうに生きてるというふうに私が理解すれば、私はその大いなる意志に従って、まあ、生きてるということになりますから、ですから私にとっての問題は何かというと、大いなる意志は何だろうかということを考えることになるわけです。そうですね。私がどういうふうに生きるかというのは問題ではない。まず、大いなる意志は何なのか。神は私に何をしろと言ってるのかということを知ることが重要になる。それが分かれば私は充実した人生を送ることができるようになるわけですね。で、それが、まあ、宗教だと思うんです。一般的に言われている宗教だと思うんですね。で、私はこの原油波動会とか私の考えっていうのは宗教ではないっていうのはそこにあるんで、大いなる意志を想定しなくても実際にあるかもしれないんですよ。だけどそれは私は分かんないから。で、分かんなくてきっとも不都合がないんです。で、あるのかないのか分かんないことをあると想定をして、その過程に基づいて自分の人生を決めるには、私は、それほど余裕がない。そういう、なんていうんですかね。私の人生っていうのは限られてる。あと何年かしか生きられないっていうのは分かってるわけです。その限られた時間とか、私のエネルギーとか、周りの人々とか、いわゆるまあ自分の世界の中でね、そういうまあ自分が分からないものを一応あると想定して、それに従って生きるというほど、私には与えられてる、まあなんていうんですかね、リソースというか、その資源がそんなにたくさんはない。だからそういう、まあ、お遊びはできないということなんですね、私の考えはね。ですから、まあ、この質問に大いなる意志があるかどうかということという意味であるならば、それはお答えしてないのかもしれませんけれども、大いなる意志の働き、運命、必然を感じる。で、この人は感じるわけです。で、感じちゃいけないって言ってんじゃないんですよ、私は。感じる人は感じればいい。で、感じて、そしてそういうものがあると思えば、それはその人にとってはあるんですね。で、あるものなんだから、それに従って生きればいいと思う。それが悪い生き方だと言ってるんじゃないですね。ただ、まあこれは私についての個人的な経験についての質問ですから、私は自分の、まあ考えというか、自分がした体験に対してどういう意味を与えているのかという話をまあ今してるわけですから、そういう意味では私個人の話ですけれどもね。まあそういうふうに。ですから、なぜ先生に顕著にそういった経験が与えられたのでしょうかという、これは別に顕著な経験じゃないわけですよね。スキーで怪我する人はもう世の中に何万人と世界中にいると思う。自動車事故に遭う人もいるし、飛行機で落っこって死んじゃう人もいるし、そういうことですよ。私というものに特に顕著にそういう経験が与えられたんじゃないんです。で、その辺がね、すごく大事だと思うんですよね。まあこれ、最初の質問でずっと時間、まあ、最初に言ったように、例えば今日この質問一つで終わっちゃっても私はいいと思ってますので、質問した人はまあ、何ヶ月だか何年だか知りませんけど、待っていただきたいんですけど。つまり、いい意味での自分を中心にですね、世界を見れるかどうかということなんですね、この問題は。自分を捉える。
この人だって当然自分の人生を幸せにしたい、意味あるものにしたいと思って、こういう質問をしている。こういうことを考えているわけですよね。で、その時に、あくまで最後まで突き詰めて自分を中心に自分の視点から世界を見るのか。例えば自分が経験した例えば事故を起こして怪我をしたので、その怪我をしたという体験をあくまで自分の内側にある視点から見て、どう考えるかということを徹底してするのか、それともそこから離れて、なんて言いますかね、そういう出来事なり何なりの、原因をね、大いなる意志だとかそういったものを想定することによって、いわば視点をですね、自分の内側から自分の外側に移してしまうかの差なんですね、結局ね。そこが一番大事だと思う。で、それは生き方の問題なんですね。真理かどうかというよりも、真理っていうのはね、こういうレベルの問題じゃないんです。神だとか大いなる意志っていうのは真理とは何の関係もない。そんなものは人間が作ったものですよ、結局。概念です。神っていうのは概念ですからね。ですから、その概念が本当にあるものに対して与えられたのかもしれないし、全く架空のものかもしれない。それはさっきも言ったように分かりませんけれども、しかし視点はどっちにあるかっていうのは明らかなんです。もし大いなる意志を想定するならば、私たちの正しい生き方っていうのはその大いなる意志に沿って生きることになるわけですよね。それが宗教者なんだと思うんです。で、それが、何度も言いますけど、悪いとか、劣っていると言ってるんじゃなくて、私の、この質問にあるように、私の生き方につながっているというふうな質問ですから、この背景がね。私の生き方っていうのはそうではなくて、あくまで私が中心だと。私が意味を決める。自分が怪我したことの意味っていうのはどういう意味なのかっていうことを決める。だから視点は外には移さない。あくまで自分の中にあって、そこから全てを理解しようとする。全てが理解できないことが多いわけですけれども、しかし少なくとも理解しようとする。そういう姿勢なんだということです。大体そういうことでいいですかね。じゃあ次行きましょうか。今の方の質問の続きです。それと関連するのかどうかわかりませんが、人はそれぞれの魂の個性を表現するために、肉体という形を通して、この世に生を受けるとしたら、この世で完全に魂の個性が表現できない場合、原波動に同調できない場合と言っていいのかもしれませんが、その場合は完全に同調できるまで生まれ変わりのような形を変えて成長を繰り返すのでしょうか。この質問もですね、続けてこの質問にお答えしようと思った理由は、微妙にですね、最初の質問に関係があるからなんですけれども、この答えは一言で言えばですね、その通りですということなんですね。つまり、原波動に同調するまで、魂の個性が表現できるまで、は生まれ変わりのような形を変えて成長を繰り返す。ですかという質問に対してはそうですというふうに、一言で答えられるわけですけれども、この場合一つですね、ちょっと気になると言いますか、質問した方は分かっているかもしれませんけれども、多くの人が間違いやすいのはですね、生まれ変わりというものはどういうものかっていうのは、具体的には非常に微妙な問題で、あまり単純に考えない方がいいということ。これは今までも何度か説明していると思いますけれども、その問題をさておいてもですね、もうちょっと根本的な話をすると、どういう意味であれとにかく生まれ変わる。つまり、何度も
肉体という形をとってこのように表現されて、いる間、なんて言いますかね、ゲイハドに同調するというね、方向に進んでいくと。そういうふうな言い方をしたときに多くの人が間違えるのは、自分が、例えば今回男として、こういうことをやって生まれてきた。で、完全に同調できなかった。で、死んで、そしてまた次に生まれ変わって、今回プラス1になったと。そうすると100を目指すんならね、100% 目指すんなら、次はまた2進めば3になると。例えばですね、簡単に言うとそういう風なイメージだと思うんですよ、この言葉の意味っていうのはね。でね、これはですね、そういう単純なことでも、つまり、なんていうかな、その考えというのは、自分が中心なんです。私が生まれてきて死んで、また私が完全にゲイハードに同調しなかったからだと。そういうことだと思うんですね。で、人間っていうのは誰でも私も含めて基本的には傲慢なものなんですね。ですから、そういうふうに考えやすい。しかし、なるべく質問っていうのはね、簡単なことからやりたかったんですけど、あんまり簡単な話じゃない質問が最初に、結果としてなっちゃったんですけど、そういう、なんていうんですかね、自分というものが確固とした、その他の、例えばあなたとか、その他のものとかから独立した切り離された確固とした実体のあるものであるというのが前提の話なんですね、これはね。で、しかし実際のところ、それはどうかというと、そうじゃないんですね。で、これは、なんていうかな、生まれ変わりとかなんとかに、関連づけて話していくと難しくなりますけど、もっと簡単に考えるとこういうことなんです。ちょっと正確に忘れたけれども、私たちの細胞っていうのは何年か経つと全部入れ替わっちゃうわけでしょ。だから、それから例えばもっと簡単な話、私が5歳の時と今とでは考え方も違うし、体も全然違うわけですよ。だから5歳の時の私が、今の私と同じであるとは言えないわけですね。精神も肉体も違うんです。じゃあなんで5歳の時の私を今のこの私が振り返って、あれは私が5歳の時にという言い方しますから、同じ私だと思っているのかというと、その根拠っていうのはたった一つ、ずっと継続して私がいたと、今の私が思っているからに過ぎない。要するに単に思ってるだけなんです。事実としては、全く違う人間だと。5歳の時の私と今の私っていうのは全く違う人間だと言ったって間違いではない。事実としては間違いではない。ただ私が自分であの時の、写真見てね、5歳の時の写真見て、これとこの男の子と今の私は同じ私だと勝手に思ってるだけなの。例えば何でしたっけね、今いろいろ科学が発達して、なんだっけ、クローン人間とかね、例えば、それから遺伝子をいじくって、老化現象が起きないようにするっていう、そういう科学が発達してきて、で、例えば私が100年後にね、そういう技術を受けてですね、100年後もこれと同じ肉体を持って、いたとしますよね。で、その時に、それじゃあ、100年後の私と今の私が同じ人間かっていうと、そうではないんですよ。私がそう思わなければそうじゃないんですね。私の周りの世界っていうのは、要するにどんどん変わっていくし、私の考えとか好みとか感情とかそういうものもみんな変わっていって、で、そういうふうに変わっていったときに、
だからね、過去を振り返れば、5歳の時の子供は私だって思えるんです。みんなそう思うと。だけど100年後にもしそういうことが可能になったとした時ですよ。今の私が100年後、今度過去じゃなくて未来を見た時に、100年後の私は、今のこの私だろうかと思ったら、到底そうは思えないと思うんですね。ですから、何を言いたいのかというと、世界から切り離された確固たる実体のある私っていうのはないんです。こんなものは自分の思い一つでどうにでもなる。それからもう一つ大事な点は、ここで、完全に同調できるまで生まれ変わりのような形を変えて成長を繰り返していくというのは、生まれ変わりの内容っていうのはいろいろあるんですけども、今私が話したこと、プラスですね、生まれ変わってくるということ自体が、その継続した実体のある答えとしての私の意思ではないんですね。もしそうだとしたら、今回がとっても辛い、悲しい、嫌だ、こんな人生はもう二度と嫌だと思う人は生まれ変わらなきゃいい。意思でどうにかできるならばですよ。生まれてこなきゃいいわけです。でも宗教では、何ですかね。要するに、ここにも書いてあるように、成長するために生まれ変わるっていうことは、もう生まれ変わらさせられちゃうんでしょ。その人の意思とか欲望に関係なく。ということは、私の自由意志で生まれ変わるんじゃないんですね。もし生まれ変わるっていうのがあるとしたら。それは私の意志とか欲望じゃなくて、何かある力が働いて、私はまたこの世に生み出されるわけ。表現される。だからされるんですよね。逆もそうだってわけです。つまりもし私が今回原波動に完全に同調して魂の風を表現してならば、もう生まれ変わることは、生まれ変わりたくてもできないということになるわけですね。ということはどういうことかっていうと、それじゃあ私っていうのは何なんだと。もし私から自分の意志とか欲望を取ってしまったらね、それでも私っていうのは存在するのかっていうことになるんです。ですから、そういう意味で、生まれ変わりのような形を変えて成長を繰り返すのでしょうかという時に、ただその文言だけに対して質問に答えるんだったら、はい、そうですということになりますけれども、その内容を検討すると、よっぽど自分というものを理解しないと、あんまり意味がなくなっちゃうということになりますよね。生まれ変わるとか、成長するとか、そういったことっていうのはね。そんなとこでいいかな。それとですね、質問された方は、もちろんこの場でも後で質疑応答の時間を設けますし、この答えを聞いて納得できないとか、もしくはさらに別の質問が生まれるっていう場合は、それをまた質問していただけば、同じ質問でもね、この前の答えよくわかんなかったとか、こういうところがわかんなかったということで、またご質問に出していただければお答えいたしますから、遠慮せずにそれは出していただければいいんですけれども、一応、この場にいる方は後でまた質問できるんでしょうけど、そうじゃない方は質問できませんので、またそういう人は後でまた出してください。ということで2番目はそれぐらいでいいですかね。じゃあ次行きましょうか。次の質問です。瞑想中、想念が出て、いろいろ言葉で思っているっていう、その中の一つの単語、例えば、愛という言葉に引き付けられ、パッと想念自体が消え、胸が燃えるようになり、深い喜びや感謝が湧き起こるのですが、これらの感情も想念により反応する怒りや憎しみ、喜び、悲しみなどの感情に準ずるものなのでしょうか。私が理解する限り、この質問の意味はですね、パッと想念自体が消えて、胸が燃えるようになり、深い喜びや感謝が湧き起こる。こういう、感情的なエネルギーは、
想念に基づく感情とは違うのかと、もしくはそれと同じものなのかという、そういうことじゃないかと思うんですけどね。この感情に準ずるものなのでしょうかっていうのはそういう意味じゃないかと思うんですけれども、人間の多くの感情というのは、というかその前に感情というのは本質的には想念よりも深いレベルのエネルギーなんですね。しかし人間というのは、文明的な存在ですから、いわば文化というものを背景にしていろいろな感情が生まれるという部分が多いわけで、そういった類の感情の場合は必ずその原因となる想念というものがある。で、この質問の中で言っている想念により反応する怒りや憎しみや喜び、悲しみなどの感情というのはそういった類の感情を表して、というか意味してるんじゃないかと思うんですね。で、人間の感情っていうのはより本質的には、なんて言いますかね、もっと生物的な本能的な感情っていうのも、もしくは感覚っていうものがあるわけですよね。例えば、簡単に言えば食欲だとか性欲だとか、もしくはそういうものに基づく感情、そういうものもあるわけです。で、これは世界中どこの人種だろうと、どういう人間だろうと、どういう時代であろうと、時間とか空間を超えて、人間というか動物に備わっている。いろんなレベルはありますけどもね。根本的なものですよね。で、この前のセミナーで言いましたけれども、普通のですね、我々が日常で扱いに困ってしまうような、感情は多くの場合、いわば文化に基づいている。つまり、この想念により反応する感情なんですね。例えば、こういうことはすべきでないことだと。で、それに、でもそれはしたいというときに、例えば罪の意識が生まれたり、それに基づいて怒りだとか、憎しみだとか、悲しみだとかっていうものが生まれてくる。感情だけ見れば、自分の想念、頭でいろいろ考えたことじゃないように見えるかもしれないけど、実はその裏側に想念というものがある。思いというものがあるわけですね。で、ほとんどの場合はこれなわけです。想念に縛られていれば、人間というのは本当の意味では自由になれない。何々であるべきだとか、何々であるべきではないと思えば、そしてそういう思いに縛られている限り、自分のより深いところの、本質的な感情に従って生きるということはできないわけです。で、もちろんそういうところの感情に従って何でもかんでも行動に移って表現すればいいって言ってるのとは違う。その表現するかどうか、行動するかどうかっていうのはまた別の問題ですから、社会の中でね、社会的な存在として、不都合がいろいろ生じることもありますから、それをどうするかっていうのはまた別の問題ですけれども、まずはそのより本質的な、自分の中にそういうものがあるというのを認めるかどうかっていうのは非常に重要な問題なわけですね。で、これが認められない、もしくは気づかない自分で、とですね、想念から自由になれない。で、そういう人っていうのはいつもあるべき姿になろうとする。してはいけないとされていることはしないで、ね。そして、した方がいいと思われることをしようとする。で、それしかできないんですね。だから、その結果として、本当の意味で自分らしく生きるっていうことはできないんですよね。で、そこに非常に、特に現代の人間っていうのは問題を抱えているわけです。あまりにもですね、よく言われることだけど情報過多だし、それから複雑な社会だし、複雑な社会っていうのは一番多く人間関係に現れるわけ。そういうなんていうんですかね、いわばいろんな要求だとか、いろんなレベル、それからいろんな範囲での要求、広い意味での社会的な要求があって、家族からも、それから日本という国からも、地域からも、会社からも、学校からもですね、
そういうものがあって、そういうものにいわば目に見えない糸でがんじがらめになっている。で、その中で、それはもう仕方がないんですね。それを嫌だと思ったり、それは悪いことだと思ったりしても、私たちはそういう場以外で生きることができないんですよ、現実的には。頭の中でいろいろ想像して、楽しむことできるかもわからない。しかし、現実的には、こういう世の中で生きていくしかない。で、したがってそこから逃れられない。で、そういう意図が非常に複雑にですね、しかも微妙な、目に見えないような意図が絡み合って、自分の体、心を縛っている。そういう状態の中で何ができるのかといったら、本当に一人の人間としてですね、自分の中に一体何があるのかという、それに気づくしかない。気づいてそれを受け入れるしかないんですね。もしかしたらそれは社会的な要求に反することかもしれない。あるべき姿ではないかもしれないですね。自分が嫌だなとか、醜いなとか、嫌いだなと思うかもしれない。だけど、実際問題、事実として自分の中にそれはあるわけです。少なくともその時は。将来は変わるかもしれないけれども、少なくともその時は、その瞬間はそういうものがあるんで、で、それが、なんていうんですかね、何も好きになるって言ってんじゃないんですよ。そうじゃなくて、いつも言うように、それを受け入れるということが大事。受け入れるというのはあるがままにそれを認めるということですよね。自分の一部として。で、それをしないとですね、いつまで経っても、結局は自分が生きたいように生きるということができない。自分次第で生きることができないで、他人次第、社会次第、要するに自分の外の世界次第で幸せになったり不幸になったり、喜んだり、悲しんだり、という人生しか送れなくなるわけです。何の質問だか忘れちゃったんですけど、もともとの質問は、これらの感情の想念により反応する怒りは、準ずるものなのでしょうかっていうね。で、質問に戻ります。愛という言葉に引きつけられ、パッと想念に体が消え。で、これはですね、この答えとしてはね、準ずるものかどうかっていうのはわからないんだ。それは私には自分で判断するしかない。つまり、文化にも、つまり、この例で言えば愛という言葉が出る。まず言葉が出てきてるんですね。で、その言葉の裏側にはその人の歴史があるんです、必ず。その人が愛という言葉が浮かんだ時に、それじゃ愛って何なのかということは、その人によって違うんです。私が瞑想中に愛という言葉が浮かび上がってきた時に、その愛の中身と、それから、この人が瞑想中に愛という言葉が浮かび上がってきた時に、イメージするというか、イメージしなくても、内容的にですね、これだっていうのかな。なんとなくわかるというか、愛だと、これが愛だとか愛がないって判断する。これは全然違うと思うんですね。人によってみんな違う。だから、もしこの人が瞑想によって本当に言葉から自由になっていれば、自由になるっていうのは何も言葉使わないって意味じゃないんですよ。ただ瞑想に愛って言葉が出てきてもいいけれども、しかし自由になっていれば、その内容は自由になってない人とは全然違うはずなんですね。で、もし自由になっていれば、準ずるものではないわけです。もし自由でないならば、想念によって反応する。想念によって生まれる感情と同じものなんですね。愛といえども。それが答えです。想念自体、ここには、例えば愛という言葉に引きつけられ、パッと想念自体は消え、忘れて胸が燃える。つまり、このプロセスというのは、まず言葉が出てくる。それから、次にその言葉の裏側にあるその人の愛というもの、この例で言えばね、愛というものに対する中身を感情的なレベルで捉えているわけですよね。で、これだけではいわゆる言葉というものから自由になっているかどうかっていうのはわからない。判断がつかないわけです。言葉、想念が消えた。だから言葉から自由になったとは言えないわけですね。
また逆に最初に言葉が出てきたから言葉にとらわれてるっていうことでもない。ですから、これはもうその人が、その人のありようとしてどの程度言葉とか概念とか、そういったものから自由になっているかによって決定されることなわけですね。だからこのプロセスによってはお答えです。プロセスがこうだから、準ずるとか準じないかとは言えないという、そういうことです。まあそんなことでいいですかね。じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ次の質問です。感じるということの主体は何か、普段五感で感じているという、瞑想時にただ感じているだけになるという感じている主体は何か。これはちょっと難しい、話になりうるんですね。つまり普段五感で感じている。考え方によっては、普段その感じているというものに関して言えばですね、五感が主体だと言えるかもしれないですね。で、それに対して、それについてもちろん議論はあると思いますよ。しかし、そういう言い方もできる。で、瞑想時に、問題はこの瞑想時にって言い方だと思うんですけど、瞑想時にただ感じているだけになるという感じている主体は何かということなんですけれども、どういうふうに言えばいいですかね。今までお話ししてきた質問にも、最初に言いましたように全ての質問というのは関係があるわけですけれども、自分というものをどういうふうに捉えるかという話は前しましたね。で、それに関係あるわけですけれども、ただ感じているだけというときに、普通の意味ではね、五感っていうのはね、器官なんですね。感覚器官。だから仏教的に言えば、五感を通して外からの刺激を受けるわけです。私が。もしくはその主体者が。ですから五感即主体であるとは、普通にはですよ。普通の人間が考えれば、五感イコール主体とは考えないわけです。五感っていうのはあくまで外界と内界と言いますか。いわばこの皮膚で区切られてる自分の内側と、それから自分の外側の世界との間の、通路ですから。五感を通して私たちは刺激を受けるわけですね。だから、そういう意味で五感というのは器官なわけですね。人間が持っている器官。だから主体ではない。しかし、より深く考えますとね、最初にちょっと言いましたように、その主体っていうのはそれでは何かという、この質問にも戻ってくるわけですけれども、自分の内側の主体っていうのは何かということになるとですね、また元に戻って五感であるという考え方もできるわけです。で、その話はちょっと置きまして、その瞑想時にただ感じているだけになる。で、この時はですね、五感というのは、私の理解ではこの質問を理解するにですね、五感とは関係ない話に入ってるんだと思うんですね。つまりもし、瞑想中に五感、例えば瞑想してて、クーラーの音がして、という、そういうレベルの話であれば、瞑想中にということは必要ないわけですから、そういう質問は出てこないわけなんです。ここの質問の意味っていうのは、瞑想時にということの意味はですね、つまり五感を通してない感覚になるということが起こるわけですね、瞑想中に。で、その時に感じている主体は何かというのが質問の意味だと、私は理解するんですね。で、そういう意味でお答えを、しますと、瞑想している時にという言葉の意味をね、もう少しなんていうかな、中身を説明すると、もしくはその五感を通してない感覚、感じというものを、中身をね、説明しますと、瞑想というのは、いつも言いますように、思いから離れる。思いから離れた状態になるわけですね。じゃあ、思いから離れた
自分っていうのはどういう自分なのかと考えますと、ほとんどの部分が、皆さんが自分だと思っている部分のほとんどはなくなってしまうわけです。自分で考えればわかると思うんですけど、私はああだこうだ、私っていう人間はこうだとか、もしくはまあ変な言い方になっちゃうけど、そういう場合の主体は何かと考えているのも想念ですから、思いですからね。その思いがなくなったときに、どうなるのかっていうと、自分とか主体っていうのはなくなるわけですよね。まあ理屈から言ってそうなるわけですね。そういうレベルでは、つまり言葉のレベルでは自分とか主体っていうのはなくなっちゃうわけです。それが瞑想時にという言葉の、まあ、深い意味だと思う。で、そうなった時でも瞑想者は感じているんですね。で、その感じている主体は何なのかという、ことですけれども、感じている主体は言葉のレベルではなくなった状態で、なおかつ感じている主体は何かという問いにですね、どういうふうにお答えすればいいのかというと、答えは答えられないということになったりして、それじゃでもまあつまんないからね。もうちょっとお答えしますと、つまりね、こういう困るでしょ、こういう質問っていうか、考えると困ると思うんですよ、考えてる。質問者も困ったから質問したんだと思うんですけど、私も困るんですよね。で、困った時はどうすればいいかっていうと、発想を変えればいい。つまり、この質問をする姿勢っていうのは、主体は何か何かって考えてるんですよね。で、そこでわかんないっていうか、突き当たっちゃうわけでしょ。つまり考えを進められないんだから、そこで発想を変える。そうすると、どういうことかっていうと、その主体が、言葉のレベルで、どうせ考えるっていうのは言葉のレベルでしか考えられないんですから。さっきも言ったように言葉のレベルではなくなるんだと。だから、ただ単純に主体は何かっていう発想をやめて、主体はないと考えてくる。で、そうすると一つ矛盾が出てきて、主体がないのになんで感じていられるのかという質問があるでしょ。で、そこで主体がなくて感じられるんだとすれば、それは、つまり、主体っていうのは何かっていうとですね、個別の存在なんですよね。個別の存在がなければ主体っていうのはないんです。例えば私が主体者であるっていう時は、私っていうのはあなたではない私がこういう行動をしてるとかこういうことを感じてるということを意味してるわけです。あなたが主体者だっていう時は、私はやってないけどあなたはやってますよと、そのことを。そういう意味ですよね。ですから主体っていうのは全体から切り離されて存在しているものを想定しているわけです。で、主体者がないっていうのは、だから、全体から切り離された個別の存在はないということになる。で、そうなると結論はどうなるかっていうと、全体しかないということですよね。個別の存在がないんだったら全体しかないわけです。で、全体っていうのはなくならないんです。どんな時でも。だから、瞑想時に、だからですよ。これは大事なんだけど、だから、瞑想時にただ感じているということが起こりうる。これはね、非常にこういうことってのはあんまり考えてもしょうがなくてね、瞑想して自分で体験するしかないんだよ、結局はね。つまり、主体者としての自分がなくなって、全体だけになるっていうのは、これは体験するしかない。でもまあ、それを目指して皆さん瞑想してるわけですから、で、瞑想しながらこういう質問が出てくるわけだから、まあ、なんていうかな。まあ結局は言葉のレベルでしかお答えできないわけで、言葉のレベルでね、まあなんとなく、感覚的になのかな、つかめるようにと思って話をしてるわけですけどね、言葉を使って。でも結局は一人一人の人が体験をするしかない。
で、自分をなくすっていうのは、何も道徳的な意味でですね、無我になりなさいと言いますか、自分に自我を捨てなさいっていうか、そういうことじゃなくて、もっと具体的に言えば、言葉から自由になるってこと。言葉から自由になれば自分から自由になる。今の自分から自由になる。ね、自分から自由になればですね、主体者を超えることができる。瞑想しているときに、私は瞑想している。瞑想者だと。そういう瞑想の主体者としての自分というのはなくなるんです。で、それがここで言っている、ただ感じているだけになるという状態の本当の意味なんですね。質問者がそういう意味で言ってるのかどうかちょっとわかりませんけど、そういうふうに捉えて、この質問にお答えしたと、いうことです。